はい、皆さんこんにちは。今日は以前に出した漫画ソフトをアップデートしたので、皆さんにお知らせしたいと思います。アップデートのきっかけは、ナノバナナがついにプロというバージョンが出ました。もう SNS とかでは、とっても話題になっていて、今最高の画像生成 AI ではないかな、そんなような噂が流れています。数日前にアップデートされたところですので、先生の方も、漫画ソフトをバージョン 3.0 というのから、3.1 という風にアップデートされました。ほぼ間違うことなく書けるようになったので、今までは吹き出しだけを書いておいて中は空白にしておいてですね。日本語の文字は文字分けしたり、中国語のような字が出てきたりして、なかなかうまくいかなかった。これは漫画を描いている人皆さんが感じていたことだと思います。今日はその辺のところを含めて早速やっていきましょう。新漫画作成ソフトアスペクト非対応版、これをノート記事などで購入していただいたら、チャット GPT で動きます。チャット GPT の GPTs の方もバージョンが 5.1 という風になって、こちらの方も良くなっているので、さらにですね、いい漫画が描けるようになりました。漫画制作依頼という真ん中のボタンを押してくださいすると、どんなジャンルの漫画を描きますかということになりますので、まずは恋愛漫画を描いてみましょう。1番。次はアスペクト比というのを聞いてきます。例えば、通常の A4 とかに当てはまりそうなサイズというのは3対4。これが標準的に漫画を描くのには便利なアスペクト比だと思います。その他にも正方形とか色々ありますが、今回は1番を押します。はい、次は1ページに収めるコマ数ですので、これを入れていきましょう。4コマという風にしましょう。次ですけれども、ダイレクトというのはもういきなりですね。漫画を描いていくのか。2番目は、ラフ画を描くというモードもあります。はい、もういろんな意味で、ラフ画というのを描く必要がなくなってきました。このラフ画というのは、漫画用語では、当たりとかいうような言い方もしますけれども、それがなくてもですね。ナノバナナは、とってもうまく描けるようになってきたので、基本的には1番を選択します。次はカラーにしますかモノクロにしますかということで、今回はカラー漫画を描きましょう。一番次ですけど、ここが一番重要です。もうセリフを入れてちゃんとできるようになったということを冒頭で説明をしましたので、ここでは2番を選択していくようにすると、とっても早く描けるようになると思います。2番次は、音声を作成するかという風なことを聞いてきます。なぜならこのソフトはマナスとかと組み合わせてですね。漫画動画というのも作れるからです。今日は単純な漫画作成これでいきましょう。2番というのを押します。次はキャラクターです。キャラクターを3人分このように書いてくれました。このうちの1人を選んでもいいしですね。もしくはこれも全員使おうというような感じでもいいようになっています。ちょっと下に送ってですね、番号選択を見てみましょう。1番はこの候補を追加します。いわゆる1番の候補を追加2番3番とかいう風にありますよね。そして3人を刷新というのは、ここの候補の誰もいらないというような時です。そして一番便利なというか手っ取り早い方法は、7番3人全員を追加というモード。これが今回の 3.1 というバージョンで追加されました。これも便利です。7番をやってみましょう。はい、そしてここでですね、もうこれ以上はいいですので、完了という8番を押してみましょう。ここで現在3人が追加済みなので必要ならば、6番で編集9番で次へ進めますということで、9番を選択します。そうしましたら、次は漫画の舞台というのを決めるようにします。いわゆるどんな場面の漫画を描きたいかということで、今5つ候補が出ていますが、ここにもしなかった場合とかは、N というのを押しましょう。もちろん手入力で入れていただいても大丈夫です。はい、先ほどと違って、ABCD に聞いてきました。じゃあ、駅のホームというのにしてみましょう。はい、では起こる出来事という風に書いてきました。電車を待つ2人がふとした会話から距離が縮まるとかですね。いろんなシーンがここに出ています。ここも N で他の候補も出すこともできますし、
また手入力で書いていただいてもいいと思います。今回は一番これを押してみましょう。はい、次は、ページ数というのを決めます。今日はデモですので、4ページぐらいにさせていただきましょう。そうすると、4ページの小回りというのを出してくれます。ちょっとスクロールします。先ほどコマ数は4コマという風に指定をしましたので、各ページに4コマずついろんなシーンを書いてくれています。もしここで自分が違うと思うことがあれば、自分のストーリーの思うようにですね。提案をしてみてください。今回はこのままさせていただきます。次ステップ15は、キャラクターシートというのを出してくれるようになります。進めてよろしければ、1番とかいう風になっています。ですから1番を選択します。はい、ここ3人分のはずなんですけれども、1つしか出してくれていませんね。ですからこういう時は3人分出してくださいと。このように言います。桜ひより、そして相葉海と、成瀬誠3人分出してくれました。この1番目から画像を描いてみましょう。ジェミニを立ち上げます。そしてこんな風に言います。これから3人分のキャラシートの画像を描いてもらいますということで、まず1人目。今は丁寧に描いています。ですからこれを描かなくてもちゃんといけると思います。その時に画面のここですね。ここはツールというので、画像生成これを選んでください。そしてナノバナナのプロを選ぶときは、思考モードというのをですね。プロというのにしておく方がより良い画像を出してくれるようになりますので、その辺は注意してみてください。ではこれで送信します。書いてくれている間に先準備をしておくといいでしょう。2番目をコピーします。はい、もう書いてくれていますね。こんな風にキャラクターシートが出てきます。次は2人目を貼り付けます。そして送信3人目も準備しましょう。書いている間に貼り付けておきます。はい、2人目ができました。そして3人目。はい、3人目ができました。もう皆さんも画像生成にも慣れてきましたから。キャラクターシートというのを出しておくとですね。これに基づいてこれからの漫画を描いてくれますので。こういうキャラクターシートを作るという仕組みを作っています。じゃあ、チャット GPT に戻りましょう。ここでラフを見るという風なことで、ラフ画を見ることもできるんですが、ここは基本的には17に進むということで、2番を押します。そうするとどんどんページ1ページ2ページ3とですね。漫画を描いてくれています。ページ1から順に作っていきましょう。じゃあ送信。またページ2の準備をします。コピー貼り付けて待ちましょう。このようにできました。ナノバナナプロになってからですね。今回のように3対4のアスペクト比というのを設定したら、とってもそれに忠実に描けるようになりました。若干ですね、サイズが変わったりしてるんですけれども、まあこんな風に描いてくれました。そして一番重要なですね、漢字ですね。相葉くん。吉高ですね。今のところですね、間違いというのは感じられません。じゃあ次行きます。3ページ目コピーします。貼り付けます。そして、さあというようなオノマトが入ったりしています。これも自動ですし、もう一度位置に戻ってみましょう。サイズ感を見てください。同じようなサイズ感で書いてくれていますよね。では3ページ目送ります。はい、4ページ目、これをコピーします。貼り付けます。送信をします。このように注釈のような文章も入れてくれましたね。吹き出しの言葉というのじゃなくて、電車のライトが遠くから近づくというような注釈文というのも上手に入れてくれます。ナノバナナプロというのはとっても優秀になったように思います。電車の音がゴーッとなってきてですね。そしてブワーッというのは風が吹いている。これがブワーッというのです。また話せたらいいな、ということで、ちょっと恥ずかしそうな、ほっぺたを赤くしてですね。そして、じゃあまた明日ということで、なんとなく二人の距離が縮まっていくというような、こんなストーリーを書き上げてくれたわけです。チャット GPT に戻ってみましょう。ステップ18に進みますか。
はい、1番、そして何もないみたいになっていますけれども。本来はですね、セリフを入れたりして、マナスの方に持っていくモードになるんですけれども、今回はそれをしないという風にしていますので、これはバグではありません。じゃあ19に進みますか。1番、そしたら、これは何かというと、表紙を書いてくれたわけですね。これをコピーします。そしてもう一度ナノバナナに戻ります。そして貼り付けます。送信。はい、このように、表紙用の画像ができましたが、タイトルとかがあった方がいいですよね。そういう時は要望を言ってください。タイトル、電車で芽生えた恋心、これを、入れた表紙、漢字間違ってますね。表紙にしてほしい。こんな風に送ってみましょう。漫画の表紙だということは、ちゃんと理解しているはずです。こんな感じにですね、タイトルを入れて作ってくれました。このタイトルだけじゃなくて、例えば原作者とかですね。そういうのも入れてほしいときは言えばいいと思います。他のナノバナナで漫画を描きましょうというようなコンテンツを発表してらっしゃる他の方もおられると思いますが、先生のソフトの一つの特徴は端が切れていないということです。いろんな方のを見てください。端まで行ってしまって枠が切れてしまったりするのがあるんです。先生のソフトで書いていただいたら、このマージンという空白部分がちゃんと取られるようになっています。キャラクターシートは別です。そしてこのキャラクターシートというのは、時によってデザインが変わったりですね。ここはナノバナナプロの気まぐれと言ったらいいんでしょうか。少しデザインが変わったりする場合もあります。今日はですね、一番簡単な使い方を初心者の人にでも使っていただける。そしてストーリーも多かったですね。AI に任せて書いた場合。これを皆さんにお見せしましたが、一番のポイントは日本語文字が文字化けしないで書けるようになったそれが一番のメリットだと思います。これでもう基本的には完成です。そしてこれを一つ一つダウンロードしてですね。例えば PDF に作ってもらうとかいうようなこともできると思うんですね。一つやってみましょうか。これを画像をコピーという風にします。そしてチャット GPT にですね。これから5枚の画像を送ります。それで PDF にしてまずは表紙です。漫画は後から送りますということで、ここにコマンド V で表紙を貼り付けます。そしてこちら準備します。1ページ目からコピーします。そして貼り付け。2つ目、3ページ目、4ページ目これで送ります。じゃあこれで OK をします。1番は30秒。10秒ぐらいでダウンロードを作ってくれました。これをダウンロードします。ダウンロードフォルダーに保存しましょう。はい、PDF を見るソフトによって、ちょっと見え方が変わったりします。はい、皆さんの方もこんな風にして、漫画を作ってみてください。2眼江島の村長先生の素晴らしい動画を、音声をリニューアルしてお届けしました。この動画が良いと思いましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。それでは今日も最後まで聞いていただきありがとうございます。またね。